はい。ではここでポルポトという人物について手短に説明したいと思います。ポルポトは1975年から1979年までカンボジアを支配した政権の指導者です。ポルポトは人類の文明が発達する以前の時代こそ理想的な社会であるとした原始共産主義を目指し、過激な政策を実行に移しました。ポルポト政権が実際に行った政策の一部を挙げると、通貨の廃止、私有財産の没収、教育や医療の否定、宗教の禁止、許可のない結婚や恋愛の禁止などです。具体的には、首都プノンペンを占領後、中央銀行をはじめ全ての国家機関を破壊しました。全国民を農村へ強制移住、集団強制労働させました。家族は解体し、食事は1日2回のお粥の配給のみでした。また、革命に知識人は不要とし、医者や教師など、知識人とみなされた者は家族まとめて抹殺されました。次第にエスカレートし、腕時計をしている者、外国語を話せる者、メガネをかけている者は問答無用で処刑されました。当時のカンボジアの全人口の3分の1にあたる200万人が命を落としたと言われています。そのような独裁政治によって、ポルポト政権は自国カンボジアの都市文明を徹底的に廃絶しました。このポルポト政権が虐殺を行った施設は、カンボジア内に170カ所作られ、そのうちの一つがこのトゥールスレン収容所です。現在は博物館になっているこの場所ですが、当時2万人が送られ、生存者はたったの7名でした。はい、このように音声ガイドとマップを照らし合わせながら見ていくのですが、見ていただくとお気づきかと思いますが、ここはもともと学校だったところです。この場所が拷問と虐殺の場として使われました。確か建物内は撮影禁止でしたので、外側からの写真しかありませんが、正直それどころではなかったと言いますか、私はこれまでの人生でこんなにおぞましいところに来たことはありませんでした。もちろん現在も死体が放置されているとかそういうわけではありませんが、ここで行われた拷問や虐殺を想像するのに難しくない状態で保管されていました。あと、まだたったの4、50年前の出来事だっていうことも大きいと思います。こちらはこの収容所の規則が書かれたものです。いくつか挙げますと、質問されたことにそのまま答えよ。話をそらしてはならない。口実を作って事実を隠蔽してはならない。尋問係を試すことは固く禁じる。質問に対し問い返すなどして時間稼ぎをしてはならない。とか、中でもめちゃくちゃなものとして、電流を受けている間は一切叫ばないこと。規則を破った場合には、10回の鞭打ちか5回の電気ショックを与える、などです。そもそもここに連れてこられた知識人は、最初から全員殺すつもりなわけで、一体何の尋問をしているかということなのですが、政府側としても虐殺は国際的にまずいということは分かっていたので、あくまで国家に逆らう反逆者を処刑しているという体にしたかったわけです。なので、ありもしない疑いをかけ、生きるのが嫌になるくらいの拷問を与えて、知識人は、私はスパイですという嘘の自白をして一筆書かされて殺されていきました。どんな拷問を受けていたかというと、水攻め、鉄線での鞭打ち、
生爪剥がし、電気ショックなどです。女性にはまた別の拷問があったようですが、ここでは控えたいと思います。これは体操の吊り輪の練習用の設備だったそうですが、これが拷問に使われています。ここに吊るされた人は激しい痛みで気を失うんだそうですが、その後、糞尿が入った壺に頭を突っ込んで意識を取り戻させて、再び拷問を繰り返したんだそうです。このような拷問を行っていたのも、また知識人だったそうで、やらなきゃ自分がやられるという恐怖からやっていたようです。まさに地獄だったこの収容所ですが、7人の生存者のうちの一人、チュムメイさんが現在の博物館にいらっしゃいます。もうご高齢ですので、会いたい方や聞きたいことがある方は、早めに行くのがいいかもしれません。では、この暗黒の時代の終わりとその後について少し説明をしていきたいと思います。ポル・ポト政権は3年半ほど政権を握った後、ベトナム軍により打倒され、ジャングルに逃げ込み、亡命政府を樹立します。その後、新政府に対して武装闘争を続けることになります。恐ろしいことに、ベトナムが支援するカンボジアの新政府を認めたくなかった日本や中国、アメリカは大量虐殺を知りながらポル・ポト政権を支援していました。また、国民からの非難を恐れた日本政府は一連の大量虐殺の報道を日本国内でしませんでした。その後、ポル・ポト政権は次第に力を失っていき、1991年にパリで行われた国際会議において和平協定が調印され、内戦は終結することになります。そして現在のカンボジアの立憲君主制国家の仕組みができていきます。しかし、ここで問題なのは大量虐殺の罪についてです。国連の協力を得て実施された裁判が始まったのが2006年のことです。あまりにも遅すぎます。これは
アメリカがポル・ポトを逮捕して裁判にかけることを1997年まで承認しなかったためです。一番裁かれるべきポル・ポト本人は1998年にすでに死亡しています。起訴されたのは元幹部であった5名だけです。判決前に2名が死亡し、最後の1人の判決が言い渡されたのは2022年のことです。判決は終身刑でした。